ロー皆さん、今日はチェコのプラハに来ました。プラハへようこそ。ドイツ・ドレスデンから車を走らせチェコへ入国。今回は冬のチェコ・プラハの観光を紹介します。動画の後半にはピルスナービール発祥の地プルゼニのビールとクリスマスマーケットもおまけで紹介。今は旧市街の広場にいる、見てる通りクリスマスマーケットの初日、だからあとはクリスマスマーケットに行くけど、とりあえず、プラハの観光をしようかなと思って、目指してるところは、プラハのお城、川の向こう側だから、まず、川の方に行って、川を渡って、その橋も結構有名だからそれも見たい。OK。でも、とりあえず、もうすでにこの広場に見せたいものはある。そう。何？ちょっと行ってみよう。OK。これはプラハの天文時計。1410年に設置されて、ほとんどこの時計より古い天文時計は世界に存在しない。天文時計の特徴は、時間だけじゃなくて、太陽と月の位置、月の満ち欠け、星座など、そういう天文の情報を公開されてる。だから読みづらいね。ちょっと読むには難しいね。また勉強しないと。埋葬時には時計の上部にある小窓から十二使徒像が順番に登場します。死を象徴する骸骨が時間を刻むために毎時鐘を鳴らします。天文時計は旧市庁舎の南壁にあり、塔からプラハの旧市街も一望できます。私たちはエレベーター利用のチケットを購入しましたが、大して階段はきつくないのでエレベーター利用なしのチケットで大丈夫そうです。オレンジの屋根の建物がいっぱい。右側奥に見えるのがプラハ城。この日は年に数回の宮殿内の公開日なんだそう。この通りクリスマスマーケットもバッチリ。では次へ。やってきたのはトルデルニークのお店。ドイツでいうところのバウムシュトリーツェルですね。でもドイツのものよりサイズは少し小ぶりです。確実にクリームやアイスなしよりもありの方が美味しいですね。奥までたっぷりクリーム。マークのはアイスだけでなくイチゴも中に入っていました。でもカロリーすごいでしょうね。続いてやってきたのはカレル橋。カレル橋の前身はユディト橋と呼ばれる石造の橋でしたが、1342年の洪水で破壊されました。そして再び1357年に神聖ローマ皇帝カール4世によって橋が建設され、当初は単に石橋、プラハ橋と呼ばれていましたが、1870年にカール4世にちなんでカレル橋と命名されました。ネポモクのジョハネはプラハの神父さんだった。だ
からは女王様の自白も来てた。でも王様はその女王様の自白の内容も知りたかった。だから神父さんに聞いた。でも神父さんはそれを言い出したくなかった。まあダメだよね。内緒だから。でも、まあ、その王様は、まあ、死として、もう神父さんはこの橋から落とした。そしてこの橋の注目すべき箇所は2つ。まず1つ目はここ、ネポムクの聖ヨハネが落とされた場所。そして橋の上の十字架のレリーフに触れると1年と1日以内に幸運が訪れるとされています。ネポモクの聖ヨハネのレリーフと思う方も多いようですが、この箇所で正しいのは下の十字架だそう。前にいたツアーガイドさんもそっちじゃなくてこっちだよとやり取りをしていたので、間違える方が多そうなため要注意。そしてもう一箇所はネポムクの聖ヨハネ像下のレリーフ。このレリーフ内のネポモクの聖ヨハネに触れるとまたプラハに戻ってこられると信じられているんだそう。実は女王様や犬は関係ないそうですが、みんなが触っているのでなんかご利益がありそうだなと思って一応触っておきました。事前に調べておかないと素通りしちゃいそうですよね。マークさんに感謝。ではプラハ城へ行きますか。ちなみにこの橋の塔にも登れますが、太陽の位置が微妙だったのでやめておきました。きっとまた暖かい季節にここへ戻ってこれるでしょう。ちょうど正午から始まるガードの交代が見られました。基本的には毎日やっているとのことです。入場するにもすごい列。かっこいい。プラハ城は世界で最も大きい城の一つと言われている。9世紀に設立されて、歴代の王や皇帝の居城として利用されていた。今はチェコの大統領官邸として使われているよ。9世紀には現在のチェコ共和国の前身となるボヘミアン王国の城として建設され、10から12世紀にはロマネスク様式の建築が追加。14世紀には神聖ローマ皇帝カール4世によってゴシック様式の城として大規模な再建が行われました。16世紀には神聖ローマ皇帝ルドルフ2世によりルネサンス様式の建物が追加されました。またルドルフ2世はこのスペインホールを作り、自らの貴重なコレクションを展示していたんだそう。その他、プラハ城の見どころには聖イジー教会や聖ビート大聖堂もあります。中に入るのは無料です。この大聖堂が建つ以前の925年には、すでに聖バーツラフによって聖ビートに捧げられるロマネスク様式の教会があったとされています。そして現在の主にゴシック様式からなる聖ビート大聖堂は14世紀のカール4世の時代に建設が始まりましたが、完成には膨大な月日を費やしました。約6世紀かけて建設された大聖堂内には約2トンもの銀を使用して作られたネポムクの聖ヨハネの墓やアルフォンス・ミシャによる色鮮やかなステンドグラスがあります。
大聖堂外観の最後の審判が描かれた部分は黄金の門という愛称で呼ばれています。そして中世以降、チェコ王国の王の戴冠式がここで行われてきましたが、その際、王が聖堂へ入場するために使われてきた入り口なんだそうです。そしてプラハ城を後にしてやってきたのは、マラーストラナ地区の聖ミクラーシュ教会。この教会はプラハで最も有名なバロック建築の傑作とされています。もともとはこの場所にゴシック様式の教会がありましたが、18世紀初頭、その跡地にチェコの有名なバロック建築家によって聖ミクラーシュ教会が壮麗なバロック様式で建設されました。高さ約70メートルの壮大なドームの天井には聖ニコラスの生涯を描いたフレスコ画があり、これはヨーロッパでも最大級の天井画の一つです。また、モーツァルトがプラハを訪れた際に演奏したとされる約4000本のパイプを持つオルガンが保存されています。お次はレノンウォール。1980年にジョン・レノンが暗殺された後、壁に最初のジョン・レノンの絵やビートルズの歌詞が描かれました。現在もレノンウォールには自由や愛をテーマにしたメッセージやアートが絶えず描かれています。プラハ最後の目的地はチェコを代表する作家フランツ・カフカの像。プラハのユダヤ人家庭に生まれたフランツ・カフカは変身や審判、城などの代表作を生み出しました。そしてこのブロンズの像にはフランツ・カフカがスーツを着て頭のない巨大な男性の肩の上に乗っている姿が描かれています。これは短編小説ある戦いの記録の一節から着想を得ているんだそう。ドイツ・ドレスデンからプラハへ向かう途中、少し遠回りをしてチェコ・プルゼニにも訪れていました。プルゼニはピルスナービールで有名な町で、1842年にバイアン人の醸造家ヨーゼフ・グロールによって生み出されました。そして私たちが飲んでいるのはピルスナーウルケル。口当たり滑らかなすっきりとした喉越しのいい味わいです。そしてこの日の料理はマークはシチューのようなもの。私は豚肉をビールと玉ねぎと一緒にローストした料理。クリスマスマーケットにも少しだけ立ち寄りました。立派なネイティビティシーンや、なんとロバやヤギまでいました。餌やりができるようになっているので、食いしん坊なヤギは餌をおねだりしてきましたが、すぐに手が洗えないのでお断り。お腹はいっぱいだったのでオーナメントだけ探して回りましたが、気に入ったものがなかったので車に乗り込みプラハへ行き、またドイツへ。冬の道中はいつもこんな感じ。
さて、プラハの旅はここまで。次回は MSC クルーズヨーロッパ4カ国を巡る旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。